海賊ならではの兵装を持つ機体、エイジ 2DH、ガンダムエイジ2、ダークハウンド。エイジ 2DH、ガンダム、エイジ2、ダークハウンドは、機動戦士ガンダムエイジの第3部、キヨ編と第4部、3世代編で登場した機体です。宇宙海賊、ビシリアンの首領、キャプテンアッシュが登場し、敵陣営とされるベイガンやガンダムレギルスなどと戦いを繰り広げました。今回は、そんなガンダムエイジ2、ダークハウンドについて解説させていただきます。ダークハウンド、出る。テレビアニメ、機動戦士ガンダムエイジは、2011年から2012年にかけて放映された作品です。機動戦士ガンダムエイジが放映される1年前、すなわち、2010年当時のガンダムアニメ作品が、劇場版機動戦士ガンダム00アウェイキニング・オブ・ザ・トレイルブレイザーや SD ガンダム三国伝ブレイブ・バトル・ウォリアーズが公開されており、同時期に OVA 機動戦士ガンダムユニコーンが好評を博していました。しかし、サンライズは年々ガンダムの視聴対象年齢が上がっていることに危機感を感じていたことから、従来のファン向けに展開された機動戦士ガンダムユニコーンと差別化を図り、子供のファン層の育成を目指したガンダム作品を作ることにしました。妖怪ウォッチや稲妻イレブンなどで有名なゲームメーカーレベル5と企画協力して制作が行われ、絵柄は子供向けアニメに寄せたデザインになっています。しかし、従来のファンを落胆させる作品にはしないという思考性もあるため、シリアスな要素の多々散りばめられた作品に仕上がりました。機動戦士ガンダムエイジが人類が宇宙に進出した未来の地球圏に突如襲来したアンノウンエネミーによってスペースコロニーエンジェルが破壊された事件、天使の落日を発端とした地球連邦軍とアンノウンエネミーの戦いが描かれており、同じ血筋を持つ3人の主人公がガンダムに乗り受け継いでいく100年3世代の物語となっています。第1部はフリット・アスのがかるガンダムエイジ1を主軸とした謎の侵略者アンノウンエネミーとの戦いが描かれています。第2部ではフリットの息子アセム・アスのがかるガンダムエイジ2を主軸としてアンノウンエネミーの正体であるベイガンと学園時代の友人ゼハート・ガレットとの戦いを繰り広げます。第3部ではアセムの息子キヨアスのがかるガンダムエイジ3が戦いを繰り広げ、ベイガンの真実を知ります。そして第4部ではキヨがガンダムエイジ FX に登場し、フリット、アセムを含めた3人全員でベイガンとの最後の戦いを繰り広げていくことになります。今はできることをやる。大切なものを守るために。ガンダムエイジ2ダークハウンドは第2部アセム編でアセムが登場したガンダムエイジ2を回収した機体です。第2部でアセムはガンダムエイジ2を狩りベイガンと戦います。ガンダムエイジの世界にはいわゆる宇宙世紀のガンダムシリーズにおけるニュータイプ能力のように人の脳の中で通常は使われない未知の領域である X 領域の能力を使える人間である X ラウンダーが存在します。第1部終盤で X ラウンダーの能力に覚醒したフリットはデシルを圧倒しましたが、アセムは X ラウンダーに目覚めることができませんでした。X ラウンダーである父フリットやかつての友人ゼハートへの劣等感に苦悩するも、数々の戦いを経て技術を最大限まで高めたスーパーパイロットに成長します。戦いの後にロマリーと結婚したアセムはキヨアスノを授かります。そして息子を一目見た後、任務へ赴いたアセムでしたが消息不明になるのでした。アニメではアセムが消息不明になってから13年後、13歳になったキヨを主役として第3部が繰り広げられますが、漫画機動戦士ガンダムエイジ追憶のシドでは消息不明になったアセムの姿が描かれています。地球圏を旅立ったアセムはシドと呼ばれる大型機動兵器と遭遇します。シドとの戦いでガンダムエイジ2は大破し、自身も顔に大きな傷を負いました。消息不明になったアセムですが、宇宙海賊ビシリアンに保護されました。そしてそこでエグザ DB の存在を知ることになります。エグザ DB とは過去の戦争時の兵器、軍事技術、戦術関連データが保管されたデータバンクのことを指します。AG の世界ではかつて大規模なコロニー国家間戦争が起きており、戦争終結の際に締結された銀の排除薬によって兵器関連の全データは抹消されたはずでしたが、連邦政府の一部の者たちによってエグザ DB に保管されていました。そのため
エグザ DB を手にする者は宇宙を制することができるとされる呪われし秘宝である。シドはそれを守護する無人モビルスーツだったのです。アセムはエグザ DB が連邦に渡ればフリットはベイガンを殲滅するために使用すると考えます。そしてエグザ DB がベイガンに渡れば地球圏が殲滅されると考えます。そのためアセムは自分を救ってくれたリシリアンに協力し、エグザ DB の解放を防ぐことによってミリタリーバランスの均衡が崩れるのを阻止しようと考え、宇宙海賊になりました。アセムは正規軍である地球連邦と敵対する宇宙海賊になったため、家族へ被害が及ぶことを恐れキャプテンアッシュと名乗ります。そしてガンダムエイジ2はダークハウンドへ回収されることになります。教えてやる、スーパーパイロットの戦い方を。ガンダムエイジ2ダークハウンドはガンダムエイジ2がベースとなっており、長距離高速飛行形態であるストライダー形態への変形機構を搭載しています。機動性はエイジ2より向上し、ストライダー形態時の推力を高めるためハイパーブースト機能が追加されました。劇中では宇宙要塞ラグラミスのディグマゼノン砲が発射された際にエイジ1フルグランサーとエイジ FX を牽引し高速で離脱する様子が描かれています。胸部には発光装備フラッシュアイが内蔵されており、目くらましとして機能します。エイジシリーズの機体には胸部にエイジシステムと呼ばれる戦闘データ収集システムが組み込まれており、エイジシステムが導き出した設計図をもとにエイジビルダーと呼ばれる切削生成機で新たな装備が開発されます。そのためエイジシステム以外で新装備を作り出すことは難しいという仕組みになっています。しかしガンダムエイジ2はエイジシステムによって X ラウンダー用に開発されたものの、アセムにはその資質はありませんでした。そこでエイジシステムに頼らない対応方法が模索された結果、エイジシステム外にノウハウが蓄積されていったので、汎用モビルスーツなどの製造を行っているマッドーナ工房によってダークハウンドはエイジシステムを介さない独自の調整が施されました。武装としてはまずエイジ2のハイパードッズライフルを回収したドッズランサーを持ちます。重心がライフルから一つ用の槍に変更され、両側にドッズガンを合計2門内蔵しています。奇襲や牽制を重視しており、最小限の攻撃で相手を無力化して打破することが目的という海賊ならではの兵装になりました。劇中ではストライダー形態からの奇襲を仕掛け、ドッズランサーで貫くという一撃離脱の戦い方が印象的ですが、ビームサーベルが如くランサーで敵機を切り裂くシーンも見受けられます。両肩のマント型バインダーにはフック型優先射出兵器アンカーショットを装備しています。手持ちで使用することも可能で、敵機を捕捉することが可能なほか、捕捉した敵機にそのまま高圧電流を流し込むことで直接ダメージを与えることが可能です。劇中では姿を消したシドをアンカーショットで捕捉し、高速で逃げ回るシドに引きずられるも逃がすことなく捉え続け、ガンダムレギルスと連携してダメージを与えました。また対レギルス戦ではアンカーを回転させてシールドのように使用し、レギルスビットを防いでいます。他に腰部のリアアーナーに2機のビームサーベルを持ち、近距離戦に対応するほか、変形時のみ肩から露出するビームバルカンを搭載しています。俺は俺のやり方で戦っていく。それが今の俺の出した答えだ。宇宙海賊ビシリアンの首領となったアセムは、腐敗した地球連邦の一部がベイガンとつながっていることを知り、粛清のためベイガンと内通する部隊を襲撃していました。ある日、地球連邦の宇宙戦艦リーバとガンダムエイジ3の前に立ちふさがります。気をがかるエイジ3を圧倒し、退却の際に残したメッセージカプセルを通じて呪われし秘宝やベイガンの秘密をリーバに伝えました。その後ベイガンに捕らえられたキヨを救い出し、立ちふさがるガンダムレギルスやザムドラーヌと戦います。奇襲攻撃が主体のダークハウンドは重装甲のザムドラーヌに苦戦しますが、ビシリアンの奇策によりなんとか窮地を乗り切り帰還するのでした。その後妻ロマリーなどと13年ぶりに再会し、ベイガンを全て滅ぼすという父フリットとは違う戦い方を宣言します。戦いに迷いフラムナラが狩るフォーンファルシアに苦戦するキヨの AGFX を救い、23年ぶりに再会したゼハートが狩るギラーガと戦います。その後シドを発見したアセムは、その先にあるであろうエグザ DB を見つけるため
ダークハウンドで出撃します。シドを倒すため、ゼハートと共闘してシドを撃退したアセムは、エグザ BB を破壊しようとします。最終戦では、ゼハートのレギレスと激しい戦いを繰り広げていますが、テレビ版では、迷い、戸惑うゼハートを終始圧倒していたのに対し、劇場版では、自身を鼓舞するゼハートの赤きレギレスと壮絶な格闘戦を繰り広げています。言ったろ、ここが強いやつが最後に勝つんだ。機動戦士ガンダムエイジは、第1部の公開当初、子供向けを意識しすぎていると、従来のファンから受け取られ、一方で、低年齢層からの反響も良くなかったと言われています。大人向けと子供向けの両取りを意識した作品を目指すも、結果的に視聴率やグッズの売り上げに苦戦した作品と言われる本作ですが、登場人物たちの様々な感情が入り乱れるシリアスなストーリーが非常に面白い作品だと思うので、未視聴の方は、ぜひ、一度ご覧になってはいかがでしょうか。余談ですが、ガンダムビルドダイバースでは、チャンピオン、九条京也が、素性を隠して活動する際に、ダークハウンドが登場しています。しかし、これは、ガンダムエイジ2マグナムに、ダークハウンドのアウターパーツを取り付けているだけなので、よく見ると、カラーが同じなだけで、形状は異なる姿になっています。今回は、これで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。